こんばんは。八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は星降る中部高地の縄文世界で縄文ワークショップに参加してきました。山梨県立考古博物館で9月3日まで行われていました。開館40周年記念特別展です。縄文アベンジャーズ的な土器や土偶が大集合した見逃せない特別展でした。考古博物館の詳しい情報はリンクを貼っておきます。そちらをご覧ください。英語による解説もリンクを貼っておきます。大きな公園の中に考古博物館はあります。入り口を入ってすぐに復元住居があります。こちらの公園は敷地内に遺跡や古墳などがあり、とても大きな公園です。今回の特別展に所蔵品を貸し出している施設の旗がたくさん立っていました。ナウマンゾウの銅像を見てから中に入ります。まずは常設展示室です。旧石器時代から縄文、弥生、江戸や明治に至るまでの様々な展示があります。縄文時代の展示が一番ボリュームがありました。山梨県内にある数多くの遺跡の出土品を所蔵しているので、常設展示だけでも見応えがあります。土偶も様々あり、土偶札所巡りに登場するいっちゃん、のんさんももちろんあります。こちらは愛嬌のあるポーズ土偶。古墳からの出土品も多数ありました。復元した銅鐸です。鳴らすことができます。音色を聞いてください。黒曜石の矢尻作りの縄文ワークショップに参加しました。こちらは縄文人が作った矢尻です。こんなに上手にはできません。スタッフの方に教えていただきながら30分ぐらいで矢尻を完成させました。出来上がった矢尻は弓矢をかたどった台紙に貼り付けて持ち帰ることができました。
ちらが完成品です。続いてオーブン粘土で獅子物語、小さなイノシシの土製品作りを体験しました。こちらが縄文人の作ったイノシシの装飾品です。土器の縁に顔がついています。竹串や竹べらを使って粘土を加工していきました。濡れタオルに粘土をくるんで乾かさないようにして作っていきます。こんな感じで完成としました。オーブンで焼き固めるのですが、帰りの車のダッシュボードに置いておいて乾燥させました。それでは今回のメイン、星降る中部高地の縄文世界特別展です。館内の動画撮影は禁止です。今回は学芸員の方に許可をいただき、申請書類を提出しています。それから投稿しています。今回の特別展は黒曜石ネットワークの交流地域の資料を一堂に集めて展示しています。それぞれの施設があえてエース級ではなく、それ以外の魅力的な土偶を選んで参加しています。今回の特別展の後に参加している各施設を回って、そちらの展示もぜひ見てください。中部高地の縄文土器アベンジャーズです。その他の地域の方には怒られそうですが、中部高地は洗練されたデザインのオリジナリティあふれる芸術品が多いと思います。多くの作品が考古館ではなく美術館に展示されていても良いアート作品だと思います。今回の動画は制作してから提出して投稿許可が出るまで1ヶ月ほどかかりました。そのため9月3日に特別展は終了しています。この動画を見た方が特別展に行ってほしかったのですが残念です。次回は開催期間中に許可が出るようにもっと早く準備を進めたいと思います。展示会などでお忙しい中、私のような素人の動画を見ていただき、投稿の許可を出していただいた考古博物館の方たちに感謝しています。ありがとうございました。展示されていた土器はどれも素晴らしいものばかりだったので、そちらの映像をお楽しみください。縄文人のピアスも繊細な作りです。こちらはインカ帝国のようなデザインです。
この土器のデザインはニューヨークの有名なポップアーティストの作品のようではないですか？こちらの土器はスペインの有名な建築家の建物についていても良いデザインだと思います。素晴らしい土器たちはそれぞれの博物館に戻ってしまいましたが、中部高地の博物館をめぐって実物を見ていただきたいです。公園内の古墳にも行きました。しかし今回は気温がとても暑く、すべて回れませんでした。涼しくなってからまた訪れたいと思います。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また次回の動画もご覧ください。もしお気に召したならばチャンネル登録をよろしくお願いいたします。